と始まるよー。チャキーン夏。夏っすね。いや、暑い。はい。暑いです。ちょっとさっきお腹ちらっと見えましたよ。嘘。はい。こう上げた時に。あら。バザーイ。バザーイ。あ、見た。はい、よろしくお願いします。はい。今日は何でしょ今回はですね、ちょっとみひろさんのことをもうちょっと深掘りしたいなと。カメラ回ってない時に雑談してたら、みひろさんって意外とそうなんですかみたいなことあるじゃないですか。いや、私にとっては普通ですけど。いや、なんかちょっと驚いたりとか驚かされたりしてるんで、何？みひろの裏技っていうか、マル秘テクニックっていうか、みんなどういうイメージ持ってるんだろう、私。なんか僕はきっちりしてる感じがしますよね。あー、きっちり？はい。なんか A 型ですよね。A 型。なんか、きっちりしてちゃんと女の子っていうそうなんだ。イメージ僕はあります。いや、最近もマスカッツでね集まることがあって、その時にもうめちゃくちゃお腹が空いてて、そしたら自動販売機にラーメンが売ってたんですよ。はいはでそのラーメンを買ってお湯入れてこうずるずる食べてたんですね。い。はい。そしたらみんなが「え、みひろさんってそういうの食べるんですね」って言われて、なんか全然イメージにないですって言われて、ちょっとそういう感じなんだと思いました。カップラーメン、食べなさそうなんですって。なんかちゃんと自炊をして栄養管理をちゃんとしてるっていうイメージがみんなあるらしくって、カップラーメン食べてるのにびっくりされて、それにびっくりしました。けど確かに僕もあんまカップラーメンとか食べてるイメージはしてなかったですね。本当ですか？はい。食べますよ。おすすめのカップ麺は？最近のお気に入りは、もう本当に王道のカップヌードルのカレー味。めっちゃ美味しい。濃厚で汁がなんかちょっととろみがあって、あれはもう汁まで全部飲み干しちゃうぐらい。私夜ご飯食べるの早いんですね。はい。5時とか6時に食べちゃうんで、でなんか映画見たりとかすると、見終わると11時12時じゃないですか。お腹すくんですよ。お腹すいたまま寝れなくって食べちゃえみたいなのはあります。一緒。いやお腹空いてたら寝られへんっていうの一緒。一緒ですね。ではちょっとこんなに差が。ということで、なんかいろいろちょっとじゃあこういう時どうするんですかみたいな質問をしていくので、教えてもらっていいですか？ありました。私のことを知ってください。美味しい。私スタバが好きです。もう始まった。スタバ好き。スタバ好き。何味が好きとかあるんですか？その好みの。大体でもシンプルなスターバックスラテにホイップクリームトッピングすることが多いですね。これは今日は暑いからアイスだけど、まあ大体ホット。っていうプチ情報。なるほど。ちょっと家のことについて聞きたいな。どうぞ。じゃああれなんて言うんでしたっけ？ミニマリストでしたっけ？物をあんまり多く持たない人をミニマリストって言うんですけど。っていうこと、家電っていうのはどうなんですか？結構揃ってるものですか？うちはオーブンとか電子レンジはもうコンロの下にもう備え付けられてるんですよ。ビルトインタイプっていうんですか？なのでまあそれは持ってるけど、どっか棚に置いてるとかそういうのはないから、すっごくお気に入りなんですね。そう、家電を多く持ちたくないんです。私は極力。なので炊飯器も持ってたんですけど、今年手放しました。でもご飯は好きだから、炊き込みご飯とか作ったりするから、でもそのグリルあるじゃないですか。魚焼くところ、あそこでご飯炊ける道具があるんで、それで炊いてます。結構美味しく炊けるんですよ。ちゃんとガスでやってるんで。食べてみたい。やだ、森地さんなんかさ、ちょっと違うとかさ、言うもん。私が作ったやつ、今まで、美味しいって
言ったこと一度もないですよ。私すごい知ってるんだから。あれなんかちょっと。扇風機とかも？扇風機この前メルカリで売りました。待って、まずメルカリ利用してるんですか？してる。超ヘビーユーザー。マジっすか？私メルカリでお洋服とか、いらなくなったものとか出品して、で売上金ってあるじゃないですか。売ったら自分のページに売上金って出るんですよ。その売上金でコンビニとかスーパーとかでお買い物できるんですよ。なので、私いつだろうな、去年か一昨年食費1年間でかかってなかった。そのメルカリの分でっていう？はい、メルカリで売ったお金で、それを食費にしてたから、そんなイメージ全然なかった。本当ですか？なんかそれがなんか喜びになっちゃって、実質私お金使ってないじゃん、すごいと思って。もしかして貯金のプロとかそんな感じですか？プロっていうほどではないけど、貯金はしますよね。じゃあ他家電、これから夏クーラーはありますよね？あります。ちゃんとついてる。お家についてます。テレビはあります。でも一回手放そうと思ったんですけど、なんかプロジェクターに興味を持った時にいろいろ調べて、テレビがなくなればお家すっきりするじゃないですか。なので考えたけど、テレビは見るなと。で、電源入れたらすぐ映像つくじゃないですか。でもプロジェクションマッピングでやっぱり多少時間がかかるらしい。プロジェクションマッピングでプロジェクターでプロジェクターは時間がかかるって言ったから、それはちょっとストレスを感じてしまうなと思っています。だからテレビは持ってます。逆に森地さんちはそういうの揃ってるんですか？僕もけど、僕はまたちょっと違う理由で、家に一切何もないっていう感じですよね。じゃあ超ミニマリストじゃないですか？ミニマリストっていうか、もう冷蔵庫もないです。やばい、私よりやばい。冷蔵庫はなきゃダメですもん。コンビニを冷蔵庫として使ってる感じです。でも家から一歩も出たくない時ってありません？だから冷蔵庫まで歩く距離とコンビニまで歩く距離で痩せると思って冷蔵庫買わなかったんですよ。で炊飯器もだから炊飯器やった時は炊飯器の前でご飯食べてたんで、炊飯器から。でそれで太って、ダメだと。でそれがなくなったら今はまた太った。意味ない。じゃあ、お風呂場とか、なんか時短で、シャンプーとリンス混ざってるやつしか使わんとか。いや別ですね。やっぱり髪は女の命なので、ちゃんと私の髪に合うやつを使ってます。で、時短って言ったら、私入ってまず髪洗って、トリートメントつけたらそのまま放置して、その後体洗って、で流して、で湯船に毎日入る。どんな感じ？シャワーはどんな感じで浴びる感じですか？普通にこういう感じで、こうやって、こういう感じで、こういう感じでちゃんとあそこも綺麗にチュッチュッチュッってやって、で湯船に入るんです。トリートメントまだつけたままで。つけたまま。どれぐらい浸かるんですか？でも長くないですね。5分ぐらいかな。でも最近は携帯を見ながら入っちゃうんで10分ぐらい入ってますかね、最近は。そんでトリートメントを流して、で湯船浸かりながらお顔をやります。モコモコの洗顔。入浴剤とかは使うんですか？最近は入れてないですね。
昔は日本酒入れたりしてました。お肌にいいからっていうことで。あとうちバスタオルないです。何で拭くんすか？普通に。バラバラバラって。なんか猫とか犬みたいにバラバラバラってこうやって。いや、ちゃんとタオルで拭きますけど、こんぐらいの長細いタオルあるじゃないですか。あれで拭きます。YouTube とかで見ると、ミニマリストで検索すると、私の手放したもの10選とかよくあるんですけど、バスタオル、カーペット、便座マット、マット類とか。うちマット類ないですからね。カーペットもないですし、キッチンマットもないですし、玄関マットもない。だってカーペットとかもう汚れの温床ですよ。もうダニがもううじゃうじゃいて。だってさ、お風呂上がった後にカーペット踏むんならわかるけど、帰ってきてカーペット踏んだりするじゃないですか。もう足の裏とか汗まみれのやつ、もう菌がちょっと潔癖みたいな感じ。そんなこともないんですけど、なんか全然普通に便座とか人が座った後座れるし、そういう潔癖はないんだけど、なんか自分が誇りが立つものは、必要ないものはなくていいんじゃないかなっていうのは、手放してます。そういう生活をしてますよ。なんかイメージがなかった。カーペットの上でなんかちょこんって座ってそうな感じですか？カーペットっていうか、なんかぬいぐるみに囲まれてとか。それはもう20代ですね。じゃあちょっと一回見に行かなあかんな。いやでもそら前も言ったかもしれないけど、私のお家で撮影もするから、私のさ気になっているそのクリエイティブの裏側っていうね、方にコーディネートしてほしいんですよ。ちょっとじゃあちょっと離れたっていうか質問していいですか？なんかみひろさんのその例えば夜の営み誘い方テクニックとか。ベッドの誘い方？なんか急に何聞いてんねんっていう感じかもわかんないですけど。急にテイスト変わりましたね。ちょっとね、そういう要素もね。そうだな。簡単っていう語弊あるけど、私はもう酔っ払ったらすごい好きだらけの女になっちゃうんですよ。ほう。なのでなんかくっついたりしたくなるらしくって、酔っ払うとね。それ一緒に飲んでる人は？私がくっつきたくなる。そう。大体そういう時ってあんまり記憶が曖昧だったりするんですけど、その友達が、に言われたことなんですけど、酔っ払ってふにゃふにゃになって、甘えて、こうやってずっとこうやって離れなかったりするんで、いけんだなっていう思っちゃうと思うんですね、男性。それです。お酒の力を借ります。じゃあみひろさん自身がアプローチしたい時も、もうお酒の力。はい、酔っ払って。じゃあ仮に彼氏やった場合は、その彼氏彼女の関係で、いやもう最近してないなとかってあるじゃないですか、夫婦とかでも。そうね。そういう時どうするんですか？昼間から僕も何聞いてんだろう。お昼ね、日差しの強い時間帯から。そうだな。やっぱり家だけじゃなくて、どっかお出かけするとまた新鮮な気持ちになるんで、怒りやすいですよね。外で？旅行行った時とか。はい。あとはなんだろうな。アプローチ？彼氏でしょ？彼氏はその時はそうでもないけど、もうみひろさんの方からムラムラしてきて、今日したいなみたいな日とかってどうすんの？寝る時にぴったりくっつく。ぴったりくっついて、
チューするようにお休みのチューぐらいだったんだけど、そのチューを頑張ってで火をつけて、チューだけじゃちょっと終わりたくないなっていう感じのぐらいの頑張ってチューいっぱいして、そして火をつけます何言ってんだ確かに。そう、チュー頑張ったら火ついたりしません？なんかいつもより濃厚なチューだったりしたら、なんかムラムラってきません？きます。そうやって火をつけます。なるほど。そうだからお休みのチューしようとかなんか言って、ただのチューだと向こうは思うじゃないですか。でもそこを頑張ってもうちょっと濃厚にしてみる。なんかそういう ASMR 撮ってみたいって。やだ無理すっごい卑猥だよそれだけって。いやけどだってそういうその時の男性は、ちょっともう今日はもう疲れてるからもうやめろよみたいな時とかもあるじゃないですか。そっからのみひろさんの攻めの展開どうなのかなって。やだ恥ずかしい。キスがキーポイントですね。これ以上は勘弁してください。キスの録音するといいんじゃないでしょうか。ちなみにキスのテクニックってあるんですか？あれ私 AV 女優だったっけな現役の僕の想像では、多分撮影のテクニックってあると思うんですよ。その見せるテクニックっていうか、と技術面のテクニックもあると思うんですけど、私が好きなのは、下唇をハムハムするのが好きですする方がハム甘噛みハムって吸いながらハムするのが好きです。ありがとうございました。はい、お後がよろしいようで皆様ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくね。高評価コメントも書いてくれたら幸せです。みひろのもとよろしくね。